いやもうね、いやもう俺だなぁ。いや、めっちゃわかるわ。これぐらいきついよ。はい。その上で自分の人生決めなとか、ちゃんとマジで、ちゃんと教えてほしいわ。10代の前半とかに。静かにね、ゆっくり、楽しそうに暮らしてんのよ。めっちゃいい人生送ってんな、これと思って。あ、それでいいんだなって思ったな。梅原さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。エボお疲れ様でした。梅原さんの試合含め、とても楽しかったです。人生相談をさせていただきたく投稿しました。丈夫になりますが、よろしくお願いします。働かなきゃ生きていけないのが辛いです。舐めてる、ふざけてると思われたらすみません。仕事や生活のことで悩んでいる。29歳男です。自分には何の仕事が向いているのか、どんな生き方がしたいのか分かります。大学卒業後、飲食店に就職しました。3年勤め、店のことはある程度任されるようになり、これ以上いてもあまり吸収できるものがないかなと思い辞めてしまいました。仕事も好きかと聞かれると、そうでなかったと思います。その後、漫画のアシスタントをしておりました。これ随分真逆っていうわけじゃねえけども、ね、面白いね。絵も描けたんだ。週5では入れなかったため、飲食店のアルバイトと掛け持ちをして、こちらはどちらも楽しく働けていたと思うのですが、先生の連載が終了し、辞めざるを得なくなりました。飲食店はというと、個人経営のこじんまりとしたお店だったため、こちらも週5で入れるようなことはなく、正社員などの制度もありません。生活していくのも厳しくなってしまったため、こちらも辞めてしまい、新しい飲食店で正社員として雇っていただきました。今、この会社に勤めて2年ほどです。一緒に働いている方は、とても嫌な人はいなくて、ある程度恵まれているとは思うのですが、休みは月に6日。ということは、月に6日。ということは、週2日ないってことかな。特週で休みかな。土曜日とか。出勤日は10時から23時。正直しんどいです。梅原さんが働かれていた飲食店はもっと長時間労働だと思うのですが、お給料は別に高くなくていいので、ゆっくりのんびり働きたいなとも思うのですが、年齢のことを考えると将来のことが不安でもあります。友人に大学卒業後からずっと同じところに勤めている者もいて、すごいなぁ。でもそれが普通なのかな。だとしたらみんなすごいなぁ。僕にはできないなぁと思ってしまいます。何が普通だとか、そんなことはどうでもいいと思っているつもりなのですが、心のどっかでは、あの時自分はこうしていれば、みたいなのがたくさんあります。自分でも何が言いたいのかよくわかりませんが、世の中の人はみんなどのように生きているのでしょうか。辛いな、しんどいなと思いながらも、どっかで穴埋めして頑張って生きているのでしょうか。もう少し自由に楽に生きたいと思ってしまうのはただの甘えなのでしょうか。いつでも共感でも何かアドバイスいただければ幸いです。今年は梅原さんも SFL 復帰ということでとても楽しみにしております。楽しい試合たくさん見せてください。応援しております。そんなお忙しい中、問題配信書いてありがとうございます。長文失礼しました。よろしくお願いします。これは結構最近来たんですよ。昨日とかか。なんなら今日か。めっちゃ早い、ほんとギリギリできたんだと思うんですけど。いやもうね、いやもう俺だなぁ。いやこの、漫画のアシスタントとかさ、ね、じゃあ違うんだけど、このね、ゆっくりのんびり働きたいなと思うけど、年齢のこと考えること、将来のことが不安で、他の人たちすごいな、みたいな。それが普通なのかなとかさ。あの時こうしてればよかったのかなとか。このもう少し自由に楽に生きたいとか。いや、めっちゃわかるわ。めっちゃわかるし、っていうかね、俺ね、特に飲食の時に感じたんだけど、っていうか、生きるための権利獲得ってこんなきちいのっていうか、生きるは言い過ぎだけど、生活するためにの権利って、こんなに過酷なのっていうのはマジで思ったな。普通に雨風しのげて、飯食って、みたいなのって、ここまでしなきゃ、生活しちゃダメなのっていうので、俺もね、すっげえ疑問だったのよ。で、みんなこれ納得してんのみたいな。もちろんいろんな仕事があるやん。定時で、ていうか、例えば、9時5時とかさ、9時5時の人もいるだろうし、ね、深夜だけど、8時間ぐらいの労働とかさ、そういう
人もいるだろうけど、そう。なんか、で別にみんなさ、もうこんなもんじゃねみたいな顔してるように見えたから。いや、みたいな。そのなんか、自由な時間全然ねえじゃんとかさ。うん。これ、で、しかもこれ、俺が働いて得するのって、まあまあもちろん自分も給料もらえるし、その生活できるよう、生活していけるけど、これでも、実際のところ得してる人別にいるんだよね、みたいな。これ俺が俺のためだけに働いてるわけじゃないよね、みたいな。考えたときに、なんかこれみんな OK なんみたいなのはすっげえ思ったんだよね、俺もね。まさに俺、もうめちゃくちゃ共感できるっていうか。だからアドバイスって言われても、いや、だよねっていうか、いや、勝つもないよね。いや、超きちいのわかるし。だから共感でしかないんだよね。みんなどうしてんのかなって、本当にそれは俺も思う。まあ、例えば若い時にさ、勉強頑張って、いい大学行ってさ、まあ、ブラックじゃないホワイト企業とかに勤めればこんな悩みはないかもしんないけど、いや、きつすぎるよな、マジで。その、序盤つうか、勉強頑張んないで、さ、まあそのいい大学とかに行かないでさ、で、コネとかさ、なんか運とかさ、ない場合、結構きついよね。いや、きつすぎじゃねえっつうかさ。いや、それの時は、本当に俺思ったんだけど、いや、言ってって思った。マジで。だったらもっとちゃんと言ってって思った。もう体験、子供の時でもいいから、はい。なんか、これぐらいきついよみたいな。まあもちろん体力ある人とか、なんか目標がある人とか、好きな人にとってはきつくないかもしれないけど、なんかそうじゃない人にとってはこれぐらい時間拘束されるし、これぐらい肉体的にも、で、そんでまあ人によっては結構ね、精神的に圧迫してくることとかもあるだろうから、これぐらいきついよ。はい。その上で自分の人生決めなとか、ちゃんとマジで、ちゃんと教えてほしいわ。10代の前半とかに。いきなりさ、何にもさ、なんとなく勉強しろとかしか言わなくてさ、気がついたら超吉じゃんみたいな。いやまあ、本当にね、それは思いましたよ。もっとちゃんと言ってくれよって。まあでもそれが分かってんのかもしんないけどね、他の若い時に勉強してる人たちはね、そういうこと分かってて、なんとなく想像もついて、実感もあって、若い時に頑張ったのかもしんないけど、俺全然分かんなくてさ、そういうのが。マジでマジで聞いてねえわと思ったな。なんかアプデがさ、一生入んないでさ、最初に選んだキャラでずっと行きますみたいな感じじゃん。で、JP 選んだやつ一生なんかさ、最強キャラ選んでるみたいなさ、ルーク選んだやつ、当たりおめでとうございますみたいな。まあちょっと違うか。まあ努力が必要だけどさ、現実世界は。すげえわかるわ。マジで。でもね、いや、ちょうどね、なんか俺、飛行機に、で、帰りに、パーフェクトデイズっていう、映画を見たんですよ。役所広司が主人公の話で、でね、役所広司が、公衆トイレの清掃員っていう話なんだよね。いや、そっかって普段あんまり気にかけてなかったけど、まあもちろんそうお仕事でやってる人がいて、まあ、公衆トイレが綺麗なのはそういう人たちのおかげだよなっていうのは、まあそれ見てるとわかるんだけど、で、まあね、質素に暮らしてて、中にはちょっと偏見持ってるような人とかもいたりするんだけど、全然そのことを気にかけずに、静かにね、ゆっくり楽しそうに暮らしてんだよ。めっちゃいい人生送ってんな、これと思って。だから、なんだろう。このゆっくりのんびり働きたいなっていうのでいいと思うよ。なんかあれ見ると別になんか俺もさ、なんかお金ないのとかってすげえ不安になるんだけど、別になんか、風呂なしアパートでも、まあ銭湯行けば、まあ銭湯っていうものはいつまであんのか知らんけど、別に風呂なしアパートでもさ、銭湯行ってさ、ね、で、毎日ちょっとなんか夜中に自分の好きな本読んでさ、で、朝早くから働いて、銭湯行って、なんか近くの居酒屋で一杯飲むっていう生活で全然幸せっていうか、めちゃくちゃ幸せそうな感じの主人公なのよ。それでいいんだなって思ったな。なんか不安でがむしゃらに働いちゃうけど、なんか性に合わねえんだったら、
なんかこの、もう、なんていうのかな。自分の命削って人生削って働くぐらいだから、なんか別に金なんかなくてもいいから、こういう生活してえなって改めてね、もともとそういうのに憧れはあったけど、改めて思わされる。ちょっとあれだったら見てください。見てみてください。なんかすごくいいお手本なんじゃないかなっていうか、人の目を気にせず静かに生きていくっていういいお手本になるような気がしたけど、まあ、うん。